はい、おはようございます。今日は日本百名山にもなっています、はい、大台ヶ原に来ています。はい、今日は東大台コースをぐるっと一周しようと思います。はい、大台ヶ原来るのは2度目なんですけども、はい、今日もめちゃめちゃいい天気です。はい、それでは行ってきます。大台ヶ原は奈良県と三重県の県境に連なる大高山系の南端に位置する高原地帯です。最高峰である日の出ヶ岳は標高1695メートルを誇り、日本百名山の一つに数えられています。大台ヶ原は年間降水量が5000ミリを超えることもある日本有数の田地帯です。太平洋から流れ込む暖かく湿った空気が紀伊山地にぶつかり、大量の雨をもたらします。そしてその雨は吉野川、熊野川、宮川という紀伊半島を代表する3つの大河へと流れ込みます。大台ヶ原は紀伊半島の水を育む重要な水源地なのです。はい、行きましょう。はい。久しぶりに歩くわ。やっぱ歩くの楽しいわ。ねえ、いいよね。大台ヶ原は大きく東大台と西大台の2つのエリアに分かれています。東大台は日の出ヶ岳や大蛇倉などの名所を巡る人気のハイキングコースです。整備された登山道を歩きながら大台ヶ原を代表する絶景を気軽に楽しむことができます。一方の西大台は利用者数が制限された原生的な森のエリアです。入山には事前手続きが必要で、ブナや頭皮の森が広がる手つかずの自然を体験できます。今回はそんな日本有数の豊かな自然が残る大台ヶ原の東大台コースを歩いていきます。長旅終わった後の自宅って最高の。確かに確かに、なんかね、ベッドで寝れるって最高。だって昨日もなんかしんさんもベッドめっちゃ喜んでたもんね。そう同室、うん。本当に鳥の声がめっちゃよく聞こえる。うん、この高いのは何だろうね、これ。ねえ、この声すごい。あれか、なんか今パタパタってあそこの木になんか止まってるけど、あれが珍しい鳥なのかどうかよくわからない。どこですか。なんか今尻尾フリフリしてる。あの木の上っていうか難しいな説明が。尻尾だけなんかフリフリしてんだけど。すごい鳴いてるね。どこ行った見失った。あれでもなんかあの辺ダメだ、見失った。鳥ズームしてください。いや、鳥ズームしようと思って一瞬目を離した隙にいなくなった。飛んだ。どこいた。あっち行った。あそこに止まってる。うん。あります。ちょっと展望台みたいなのがありますね。海が見える。天気が良ければ熊野灘が見えます。
遠く富士山が見えることもあります。ああ、今日は見えないなおー、すごい。いいね。あの辺が海ちゃう？うん、見える見える。こっちは三重県側ってことだね。そう、熊野灘。あれがなんだろう。あ、でも尾鷲あれだね。あれが尾鷲？はい、日の出ヶ岳方面に登っています。あ、大峰の山々が綺麗に見える。つい最近登ったあの辺が大峰の山ですね。はい。あれが日の出ヶ岳の頂上です。日本百名山。日の出ヶ岳、標高が1695メートル。はい、着きました。はい、日の出ヶ岳登頂。そんなに大変じゃないけどうわー、すげえ。なんか前来た時より山がわかるからさ、なんか感動がそう、前はなんか綺麗だなぐらいしかわからなかったけど、本当に富士山も見える。あ、じゃあここでもう奥掛け全部見える。そうそう、奥掛け全部見えるね。多分あそこら辺が吉野で、ずーっとね、三条ヶ岳があって、こう八甲ヶ岳があって、ずーっと行って、多分向こうの方が吉野熊野だね。いやー、今日なんか調子いいんちゃう？今日ちょっとね、今日60点ぐらい。60点。はい。いやでもめっちゃ響き渡った。響きがいい。やっぱりね、吹くとこの環境がいいと思う。これね、小玉が帰ってくるとすごくねえ。いやでも大峰に合ってるわ。そうだね。合ってる合ってる。いやでも感慨深いよね、歩いた人が見たらね。本当に感慨深いね。こう横から見るとね、なんかすぐ行けそうな気もするんだけどね。でもあっちの方が大阪ってことだよね、多分隙間のところ。あ、そっかそっか。だからあそこは吉野で、向こう側が大阪なんだよね。大阪のビル群見える気がする。マジで？マジで？あれ見える、あれビル群でしょ？どれ？二重になってると。これでもいつあれが生えるんだろう、葉っぱが。今生えないっていうことはどういうこと？枯れてるのかな。でも一応芽があるよね。芽があるよね。本当だ。だからこれから生える。まだ寒いから、そういう新緑の季節はこれからってこと。おー、着いた。ここが正木峠？正木峠。正木峠に着きました。いやー、いいっすね。ちょっと雲が出てきましたけど、あの辺が伊勢路とかで歩いたところですね。尾鷲とかあの辺りです。確かにこうやって折れちゃって。
多分折れるのはもう風が強い時に折れる。弱ってあと雨も多いからじゃない。前見たような気がするけど、確か伊勢湾台風かなんかで折れたとか言ってたような気がする。あ、書いてある。昔はこのような森でした。あ、やっぱり書いてある。ほら、伊勢湾台風によってたくさんの樹木が倒れ。木々の立ち枯れは伊勢湾台風による被害の後、鹿の食害で森林が回復できなかったことが原因とされています。クララはなんで療養する感じ？なのかな。いや、街で友達になったんだよね、俺。あ、そうなんだ。なんだ。で、今度うち来いよみたいな話になって。いやなんかでも住み込みで働くって言われるのがそうなんです。あそこの家。あ、クララの家で働いてる。あ、そういうこと？あ、おじいさんは何なの？おじいさんも住み込みで働いてるの？おじいさんは山小屋の番人。俺母を訪ねて3000人意味が分からなくて。うん、今考えるとすごいな。3000里って何？1万2000あれでもなんかアルゼンチンかどっかじゃなかったっけの話じゃなかったっけ？かもしれない。でマルコとか名前だから。そうそうそう。ね、1万2000キロでしょ？全然覚えてない。要は四国15個分ぐらい。大西洋を横断するみたいな、そうそうそう、アメリカ大陸からヨーロッパまで行くみたいな、そんな感じだよね、多分。すごいよ。便所の便に石。瓶石かな。ダイナミックに変わる。綺麗。正木ヶ原ですね。あそこから降りてきたんだね。まあでも岩ゴツゴツだけど、ここら辺は結構歩きやすい。うん、そうですね、尾鷲辻ですね。こっからこっち行くと駐車場みたいですね。駐車場にショートカットできるという。おお、神武天皇。ヤタガラス持ってる。あれヤタガラスなの？わかんないけど。こんな感じなのか。こんな感じかどうか誰も知らないからね。この像は神武天皇が九州から統制した際、熊野から大台ヶ原を越えて大和へ向かったという伝承にちなんで昭和3年に建立されたものです。高さ2メートル、重量は45トンにも及び、6つに分割された像を尾鷲から30人の妊婦が人力で運び上げたと伝えられています。はい、大蛇倉に向かって歩いています。これも尺投げですか？そうです。おお。よし、この橋を渡れば大蛇倉。あ、でも人がいっぱいいるな。人がいっぱいいますね。でもここも結構すごい。うお、怖っ。いやー怖いよ。私意外とダメなんだよね。やばいよ。ガクブルです。でも写真じゃ全然伝わんないね。そうだね、写真じゃ伝わんないね。うわー、怖ー。めっちゃ綺麗。うわっ、おー、すげえ。うわ、すげえ。すごい。足が出ない。足が出ない。いやー、すごい。渓谷というかね、下がよく見える。すごい綺麗。でもさ、これ鎖あるから大丈夫っつってもこれ絶対不安だよね。あとなんかこうそうそうそう。いやー怖い怖い。こっちから行っての。こう行っての。わ、いい。そう。ありがとう。あ、もうここに触ればね。うわ、すごいね。
はい、着きました。大丈夫。ああ、怖い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 。手離すと怖い。はい。映ってる映ってる。山びこ聞こえるね。いいね。うんいいね。後ろの人も拍手くれてる。いやー怖いなー。これ本当持ってないとちょっとね怖いんで。ね、そこ怖いよね。そう。怖かったです。怖かった。おーっと滑る。男性陣すぐなっちゃう。しかもでかいよね。おにぎりいただきます。いただきます。何入ってた？なんだこれは。牛肉？うん、肉だね。うん。生姜焼きっぽいの。うん、生姜焼きっぽい。生姜焼きだ。うん。川の音がだいぶ近づいてきました。ちょっと寒くなってきたというか涼しくなってきた。うん。本当はめっちゃ綺麗。塩辛谷。はい、こちらが吊り橋です。うおー、めっちゃ揺れる。めっちゃ揺れる。いやいやわざと揺らす。駐車場に到着です。よっしゃー。イエーイ、ゴールです。制覇というかよし、無事に。はい、今日は日本百名山の大台ヶ原に行ってきました。東大台を一周したんですけれども、天気も非常に良くて気持ちよい参考でした。あと前回来た時には分からなかったんですけど、大峰の山々が一望できて、つい 1,2 週間前に登った大峰奥岳道の、きつい思い出がよみがえりました。大蛇倉もちょっと怖いんですけども、非常に素晴らしい景色が望めました。日本百名山にしては気軽に登れる山ですし、高低差もそれほどないので、お手軽なハイキングにとてもおすすめです。ということで今日の参考はこれで終了です。お疲れさんでした。